さあ、突然の配信を始めていきたいと思います。声聞こえてるかな？はい、というわけでちょっと今日は作業配信ということで、ちょっとサムネイル作ったりとかなんか裏でやったりとかしながら、ちょっとコメント来たら読んでいきたいなっていう配信です。聞こえてる。よかったよかった。来てくれてありがとう。こちらさん来てくれてありがとう。青木んちのボクサーじいさんこんばんは、来てくれてありがとう。ということでちょっとね、今から作業をしていくよ。作業雑談ってね、実は初めてやるんだよね。全然やってこなくて、なんでやってなかったかっていうと、ちゃっちゃっちゃって作って終わっちゃうからそんなにね、長いこと作業にならないことが多かったのでなんですけどね、ちょっと今回この枠を取っている理由はですね、やることが多いからです。3つほどサムネイルを作るので、順番に作っていこうかなっていう感じです。桐生さんはこんなに来てくれてありがとう。こんなゆるっと雑談に作業してる私の配信に来てくれてありがとうございます。作業内容見せちゃうとさ、ちょっとネタバレ全開になっちゃう。ちょっとね、私以外の立ち絵を使っているのでですね、ちょっと今回は音声のみです。動いてる私と音声のみでございます。体調どうです？体調はね、もうね、すっかりもうね、仕事も日常通りに戻ってるので、そのあたりはね、いつも通りっていう感じなんですけど、ただね、1点だけ挙げますとですね、やっぱりまだロキソニンが手放せないんですよね。なので痛み止めは毎日飲んでいる状態が今も続いているという感じですね。で、ロキソニンを飲んでいるので、胃が荒れているので、胃薬も飲んでおります。処方されたやつを。でも仕事はね、もう今まで通り全部フルタイムでやっているので、もう正常に戻ったと言っても差し支えはないんじゃなかろうかという感じでございます。そうでね、ちょっと来月はね、結構コラボをいろいろやる予定なんですよ。それでね、だから今までちょっとその体調不良とかもあったから、あんまりそういうなんか他の人にちょっと迷惑かけちゃうかなと思って、糸川しるかちゃんにだけお付き合いいただいてたんですけど、しるかちゃん以外のちょっとお誘いするとかは全部遠慮してたんですけど、小鳥パパこんだけ来てくれてありがとう。ちょっとね、今回はもうだいぶちょっとこの自分の体調も戻ってきたかなっていうのも兼ねて、ちょっとずつコラボを進めていく。だから私の枠でやるコラボもあるし、お邪魔するコラボもあるしっていう感じです。そうな、ロキソニンもね、胃薬併用しないとなんですよ。本当にお大事にありがとうございます。そうね、見てる方で、大体ご存知の方が多いかなとは思うんですけれども、7月にですね、ちょっと手術をしてまいりまして、ちょっとね、子宮筋腫というものになってしまって、それを取る手術をして復帰をしたという感じでございます。なのでだいぶね、それまではあれだったんですけど、でしかも普通の子宮筋腫だったら内視鏡手術で割と
楽って言っていいのか分かんないけど、割とあれな、そんなに重たくない手術なんですけど、私がやったやつがですね、もうその内視鏡じゃ手に負えないレベルになってしまったがゆえにですね、完全に普通にお腹を切っての手術だったので、だいぶね、それでちょっと体調がっていう感じでございました。エルンさん来てくれてありがとう。わらびもつさんもこんだけ来てくれてありがとう。急にねいや、なんとなく振りでね、気力と体力があったらやりたいよみたいなことは言いましたが、本当にやるかわからなかった雑談枠にお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ちょっと眠くなるまでやろうかなって思ってます。でさ、もうさ、今日からさ、ビジネスデーが始まったじゃない、東京ゲームショウのさ。もうずっとこうアイチャー X 見て、はぁと思いながら、いいなと思いながらいいな、ゲームショーいいなって思いながら見てました。はぁ、龍が如くのところ見に行きたかったなってただただそれだけでした。あともう一個見たかったのが、百英雄伝っていう幻想水湖伝を作ってたチームが作ってるゲームも今回出展してて、それも見たかったんですよね。その2つですね。写真をで、龍が如くのさ、なんかスペースで私有機触るとさ、なんかストラップとなんか携帯入れるやつもらえる、あれめちゃくちゃいいじゃんと思ってもうってなってるあ、エルさん、ラギさんのせいですっかりテキサスチェーンソー忘れてます。やったやったね。最近ね、オフの方の配信の友達じゃなくてオフの方の子も一人はめましたこのゲーム超絶プレゼンしてはめました一人あ、百英雄伝はライジングを購入済み。あ、本当になんかさ、幻想水湖伝のさ、ワンツーのリメイクがちょっと延期になっちゃったからさ、ちょっと幻想水湖伝まだそっかできないかなんてさ思ってたから余計にちょっとね、その新しい方をちょっと楽しみにしてるわけですよ。してるわけなんですよ。ねえ、幻想水湖伝が発売されたら幻想水湖伝の実況はやりますよ。ワンツーどっちも100やります100やります。いや絶対やります。だから幻想水湖伝の場合はなんかロマサガとかと一緒で、もうゲームをもう知ってるので、やる場合はですね、完全にもうロマサガみたいに解説しながらになるかな。あ、でもロマサガほど解説できるかな。なんか覚えてはいるんだけど、いかんせん仲間になるキャラが多いから、これどこにいたっけみたいなのがどこまで覚えてるかが分かんないんだよね、自分の記憶的に。2の方が覚えてるかもしれないな。3じゃない、3はもっと覚えてない。1の方がなんかどうすればトゥルーエンドになるかとかは全部覚えてるんだけど、ここからどうしたっけみたいな間のやつどこまで覚えてるかな私っていう記憶力との戦いになりそうだな、幻想水湖伝は。で、なんか私幻想水湖伝で遊ぶと
なんかいわゆる主流パーティーになる、だからストーリーに関わってくるようなキャラクターって、例えばビクトールとかフリックとかみたいなキャラクターって結構もう初期値が強いから割とこう常にパーティーに入ってたりとかするんだけど、なんか本当に話しかけて仲間になるだけのキャラクターっていうのもものすごい無数にいて、で本当にパーティーに入れるのはただただ趣味で入れるようなキャラクターみたいなのも結構多いんですけど、そういうのとかをね一通り使いたくなるんですよね私だからね、だからレベル上げをしなきゃいけないから結構大変っちゃ大変なんですけど、ただ、前にやってた時は私の中でルールがあってそのねルールは、フリックは絶対にパーティーに入れるっていうルールがありました。フリック一番好きなのがフリックなので、フリックを絶対にパーティーに入れるっていうねルールは課してましたねカッパちゃんさん来てくれてありがとう。こんばんギヤさん番だけ作業枠珍しい。そうでしょ。いや珍しいっていうかね、作業枠初めてよ。初めての作業枠あんまり作業枠的なものは普段やらないのはさっと終わってしまうからっていう理由です。そう今はねサムネイルを作ってます。もうちょっとねコラボが決まったやつで、私の枠で来てくれるやつのサムネイルをね今せっせと作っております。なのでサムネイル作ってるので、サムネイルができたらこれは枠立てていく予定でございます。どうしようかなどうしようかなこうしよっかな。よし、こうしよう。そうサムネイル今3つぐらい作んなきゃいけなくて3つぐらいね、そう女子校のやつも作る。でもね女子校のやつはねサムネイルじゃないんだ、作るの。でもね女子校の企画のやつはねちゃんと考えた企画をもうね提示して、こういうのでどうでしょうっつって、トークテーマとかこういう風にやれませんかみたいなのをね全部準備してやっております。これどうしようかな。来月はねちょっとコラボが多めに多めになるので、そうかこうしなきゃいけないね。よいしょ。ちょっと見にくいかこれ見にくいか、ちょっと変えよう。幻想成功で4の途中4あれでしょ、
1の何千年前だっけとかの船のやつでしょ、4って確か。あれはね、結構大変だからね、私4途中で投げて5やったかな4途中で投げちゃったんだよね。一番最初やった時になんか一番最初の街にすらたどり着くの大変だった記憶がありますよ、4。どっちにしようかにゃー。こっちなるべくシンプルめにしたい。これなんだ、違うな、これなんだ、これか、違う、これか何の作業してんだって感じだよね。何の作業をしてるのか。いろんな配置のバランスをね見ながらやっとるんですよ。どうしよう、ちょっとどうバランスどうしよっかな。こうの方がいいかな。見にくいかな。こうかませようか。どういう風に仕上がるかは後で見てほしいな。間違えちゃっちゃなんか今日雑談やりながらやってるからこんだけ喋ってるけど、普段こうやるときはもう黙々と作るから、こんなに喋りながらは全然作ったりはしないんですけどね。4はボールで船こいでたのに腕が痛いんですって言ってないじゃん、わかる。いや本当になんかよくあるボンボンのボンボンだからさスノーくんね。いやこうしてこれを間違えちゃう。そうか、違う、あんまわかんねえな。でも幻想水湖伝ってさ、また幻想の話に戻っちゃうけど、2以降ってリメイク出んのかね。3割と酷評だけど、私割と3は好きなんだけど、どうなんだろうね。できた。1個できた。よし、1個できた。さん、こんだけ来てくれてありがとう。今はねちょっと作業しながらなのでちょっとリアクションが遅い時があります。さて次はどうしようかな。いや
なんだって感じだよね。ちょっとね、やっぱね、バランスって大事じゃない？バランスっていうのがすごく大事じゃない？バランスをね、いろいろ見ながらやってるわけですよ。こうしようかな。どうしようかな。これいやちょっとね、何をしてるかはわかんないと思うけど、これやってたんだなっていうのを後でアップして確かめて。よいしょ。ドラゴンクエストの作品の中で一番鬼畜のナンバリングはどうですか？鬼畜か。鬼畜ってなんかその世間いっぱい的によくその話題に出るやつはあれですよ。2、ファミコン版の2が、世間一般的には鬼畜ゲーとはよく言われる。エンカウント率が狂ってて鬼畜ゲーとは言われるけど、そういうことではきっとないよね。そういう意味ではなくて、きっとそのプレイ上でみたいなことだよね。なんだろうそのゲームのプレイ的に鬼畜って言われるとなんだろうな、どれもなんか鬼畜とはあんまり感じないのかもしれないな。普通に面白いでなっちゃってるから、あんまり鬼畜感はないかもしれない、私の中で。そのストーリーが重たいとかそういう意味だったらセブンとかね、そういう感じかな。北里さん、こんなに来てくれてありがとう。遅くまでライブ配信お疲れ、こちらこそです。作業配信頑張ってください。すごく応援します。ありがとう。眠くなるまで頑張ります眠くなるまでは頑張ってやっていきたいと思います。だから一番そのなんか前情報とか全くなくてやって鬼畜だなって思うのはセブンのキーファだよねセブンのキーファだよね。キーファがキーファがもっと早くにいなくなることを言っていてくれたら育てなかったのにみたいなことはあるんでね。それぐらいしか思いつかないな、鬼畜って言われると。それ以外だとあんま鬼畜ゲーとは思わない。なんかあとだから修正されちゃってたりとかする。だからセブンはストーリーとかもリメイク版で修正されたストーリーとかも結構あるから高評価もありがとう。北里さん来てくれてありがとう。Thank you。 なんかセブンはそのなんだっけ、ストーリー的なところでちょっと修正、セブンもだしエイトもか。エイ
トなんかはもう露骨にこう土修正が入ったストーリーがあって、最初のプレステ2版のにしか入ってないストーリーとかがあるんだよね。でそれは完全に今は多分倫理観的に多分炎上しちゃう可能性がある内容だから、修正が入ったっていうね。なんだっけ、結構胸クソイベントみたいのがあるから、それがね確かねリメイク版で8のプレステ2以降のやつは入ってない、入ってるんだけど、ちょっとその胸クソ感を減らしたバージョンになってるっていうのがあったりするから、一番初期のところには入ってるけどリメイクになって、そのストーリー的にちょっと倫理観的にどうなのみたいなさじ加減が入ったものはあるよね。ジェシカもそう。だからさ、今一番最新作のモンスターズでマーニャの衣装にだいぶテこ入れが入って、だいぶあれだよね賛否両論がすごいよね。マーニャ露出してってなんぼなのに、だいぶ修正が入ってしまって、それでなんかもうちょっとデザインあったんじゃんみたいな感じになってるよね今ね。それはね私もねすごい思った。スパッツはないよって思ったよ。もうちょっとあんじゃんってもうちょっとあんじゃん、スパッツはないでよって思いました。それが最近かな。最近のモンスターズのあれかな。あったでしょ、下にスパッツの入ったでしょゆうさんこんばんは、来てくれてありがとう。だからさ、あれもさ、なんかもうちょっとなんかあれもうがっつりさ、店パンというかさ、なんか本当に女子ならわかる感じにわかると思うんだけど、あの手のタイプのスパッツっていわゆる下着補正下着補正レベルのさ、もうスパッツなのよ。だからなんつうの、ウエストを引き締めるとかさ、太ももを引き締めるみたいなさ感じのタイプのさデザインだからさ、いやもうちょっとさ、言って踊り子なんだからさ、踊り子に特化したさデザインにさしてほしいよなっていう風に思った。だからもうちょっとあれはなんか欲しかったな。マーニャなそう、もう一時期みんなね荒れてた。あれは炎上っていうかね、荒れてたよね。なんでだみたいなマーニャどうしたみたいな。マーニャはもう破天荒だからこそマーニャさんではってやっぱ思うもんね。そういえばマーニャとミネヤが双子じゃないこと最近まで知らなかったな。2歳。そうなんだよね、あれあれもちょっとさ、ちょっと予想外ではあるよね。あ、違うんだみたいな。双子でもさ、姉さんとかってさ、ね、ちょっと早く生まれてたらお姉さんって呼ぶからさ、てっきりなんかさ、そういうのかと思ったら、あ、違うのみたいなね。わかります。それめちゃくちゃわかります。
これでいいかな。こうしようか。まあでも新しいモンスターズはちょっと面白そうだなとは思ってはいるので、ちょっとまあでもなんか結構ピサロって賛否両論がもともとあるキャラだから、なんか最初はそうでもなかったんだけど、リメイク版で仲間になるぐらいから結構賛否両論が出るようになったキャラではあるから、だけど私は結構ピサロ好きだ、個人的には結構好きではあったので、そこまで嫌とは全然思わなかったんだけど、でもやっぱりなんかちょっと腑に落ちないって思ってる。だからあれだよね、さ、5でデボラがさ、お嫁さん候補で出てくるようになったのもちょっとってなった人は絶対いたわけだから、まあそれと一緒だよね、立ち位置的にはね。私は全然純粋にそうなんだ、選択肢増えた、どうしようってただ悩んだだけだから、そんなになんか嫌悪感とかは全く感じなかったけど、やっぱりなんかね、そこを譲れないっていう人はいるよねって、そりゃそうだよねって思った。思いました。丸。よし、2つ目できた。クリフトのゼラキンマシーンはなんだっけ、無双みたいなゲームの時から完全に遊ばれてるよね。ユニコーンさん、こんだけ来てくれてありがとう。おもじさん、初見です。こんばんは。来てくれてありがとう。僕の周りのみんなやっぱりね、思うんだよ。あんだけ似てるしね。現実のリメイクでルカブライトが仲間だったられるみたいな。そうまさしくそうで、まあもういいか、ルカブライト別にラスボスじゃないから、なんかルカがなんか一応その決戦をしてルカとは戦うんだけど、最終的に仲間になったら多分炎上するね。ルカブライトは100炎上するね。間違いないと思う。このキャラ仲間になったら炎上するよねっていうのは割とでもいる気がするね。割といる割といる気がする。ロザリー生き返ったら勇者の村は滅んだままだしね。そうなんだよね。だからさ、一番最後のその主人公の勇者のところもなんかあれ、その解釈がいっぱいありすぎて、一番ハッピーエンドの解釈はあった。なんつうの、なんかそっちもやるんだったら勇者の方を助けてやれよみたいなのも結構あるし、であれもなんかハッピーエンドのだとちゃんとシンシアが生き返ったとかっていう説もあれば、最後のシンシアと主人公が主人公がいる滅んだ村で主人公のところの周りがお花畑になって、で、シンシアが天から降りてくるところが、生き返ったって説と、あと、あれだよね、全部主人公が見てる幻想だって説があって、これも幻想だった説のもういたたまれなさよ耐えられん、そんなん耐
耐えられん、ハッピーエンドにしたってくれって思うけど、そういう説もねあるんですよね。だから結構なんかドラクエって結構考えさせる内容が多かったりするから、それもなんか相まってなのかなっていう感じだよね。さあ、もう3つ目です。どうしようかな。なんか全然悪くはないんけどみたいな、そういうのがね結構あったりするもんね。これはシンプルめにこう、どうしようかな。ドラクエもさフローラはいるけど、あれだ、堀井裕二さんが、いやみんな間違いなくビアンカ選ぶっしょっていう前提で作られてるっていういやそりゃそうだよねみたいな感じではあるんだけど、違うのみたいなね選ぶみんなビアンカだよねみたいな、違うのビアンカじゃないのみたいなね、あの話がめちゃくちゃ好きですね。って風にで、なおかつフローラと結婚してどの顔して村行くのみたいなあのね煽り合いめっちゃ好きなんですよでも一通り私はやりましたね。ビアンカとも結婚したし、フローラともやったし、最終的にデボラともやったしみたいな、結婚したしみたいな。でもなんか能力的に言うとフローラがいいんだよね、確かね。最終ダンジョンまでちゃんと使えるのはぶっちゃけちゃうと能力的にはフローラなんだよね。なんだけど悩ませるようでそれをやってる堀井裕二さんが酷なわけですよ今来たけどこれタイ語なんだ。サワディ、これでサワディって呼ぶのすごいな。これでサワディって呼ぶんだ。来てくれてありがとう。 Thank you。 これちょっとね翻訳を使わないと。これはパンクガールですか？パンクではないかなパンクはですね、一般的なエルフですね。子供の時は金髪が一番で、わかる、そうなの、わかる。どれくらいと勇者が竜神族同族の一人とびっくりした。そう
なんか8ってスタートが割と従者っぽい立ち位置でいるから、そんな重要なとこなんだっていうのがびっくりあるよね。メグさん、こんだけ私もお酒を止めお邪魔しますわ。来てくれてありがとう。Thank you。5の、フローラと結婚すると、今多分ちょっと修正、一番最初のスーファミでやった時の、スーファミで、やるとフローラの子供の髪色と、主人公のターバンの色が同じ色なんですよね。だからなんか木陰になんか頭しか見えない位置に移動させると、主人公と息子ちゃんがみんな同じ髪色をしてるっていう、主人公ターバンですけど、そういう豆知識とかそういうなんじゃなくて、ただ私が子供の時にそうだなと思いながらやった記憶がありますね。間違えちゃう。よいしょ。シンプルに今作ってるやつはシンプルにしたいと思っておる。シンプルにしたい。シンプルなサムネにしたい。どうしようってどうしよう。黒髪ってことはデボラ派だね。デボラも可愛い。ザツンデレだからね、全然いいんですよね。全然どうしようかな。ずっとデザイン配置で悩んでおります。このままでいいか。これに落ちる？あった方がいいか。あった方がいいか。ミスった。DS 版でヤマピコの帽子がなくなっても嫁買ってくる。ヤマピコのね失礼。ヤマピコのあれね、あれもうだから強すぎちゃったんだろうね。強すぎちゃったから撤収ってなったんだろうな。あれほんとかわいそうだなと思ったあれはマジでかわいそうだった。いいじゃんって
なるよね。ダメだったわけですよ。許されなかった。あ、いいじゃん。どうしようかな。これどうしようかな。この方がいいかな。あ、みーくん来てくれてありがとう。あ、今ね、サムネイル作ってる。サムネイル作ってる。ちょっとね、来月用のサムネイルをね、作っておりますよ。あ、でもこうだな。そう、今3つ作りためちゃってて。それのね、サムネイルを作っております。よし。2年目ほまだっけ。そうね。だからそういうね、なんかあったら使わない、なんつうの？あっても強いそういうのがあっても使わなければいいだけだから、選択肢としては残しといてほしかったよね。それを完全になくしちゃうのはちょっとやっぱもったいなかったなっていう感じ。残しててもいいじゃんってちょっとなるもんな。 OK、 サムネできた。サムネ作業、あとやることは、とりあえずサムネは全部でき申した。でね、いつもゲームの時に配信用のサムネイルで全部差し替えてるんですけど、龍が如くとかも含めて、で今セブンだけそれ序盤はやってたんですけど、途中から今サムネの差し替えやってないんですよ。なんでかっていうと、配信内でもちょこちょこ話してるんですけど、今セブンの配信用のサムネイルのイラストを書き下ろしてもらってて、イラストレーターさんに。で最初それを差し替え今のサムネイルの背景だけ差し替えて、それがもらったらさらに差し替えようかなと思ったけど、2段階差し替えちょっとあれかなと思って、今最初のだけ差し替えちゃったんですけど、以降はその、セブン用のイラストができてから全部差し替えようかなと思って、今はねちょっと手つけてないので、ちょっとね全部同じサムネがセブンは続いちゃっているんですが、ちょっとそういう理由で、新しくイラストができたら配信後サムネイルを順次作っていく予定ですので、そこはそれでまた楽しみにしてていただけるとって感じです。いや本当にね、今ラフ絵とかを見せてもらってる段階なんですけど、本当にめちゃくちゃいいイラストを描いてもらってるので、本当に楽しみにしててほしいです。実際にサムネイルで使うのは上半身の部分ではあるんですけど、今回グッズ化にするにあたり全身を描いてもらっていて、さらにグッズ用で背景も全部書き下ろしてもらっているので、あんまりねこうしてああしてって言ってない段階でめちゃくちゃいいのあげてくれたので、ちょっと楽しみにしててほしいですここで探してる新作のバレーフルーツだけ、いや本当にさ、見た？忍耐
忍耐見ましたか皆さん。ロマサガ好きの皆さん。まあでもサガスカーレット・グレイスの継承をしてる感じではあったから、まあサガスカーレット・グレイスの戦闘ね楽しいんだけどめちゃくちゃ難しいんだよね。もうで回復が全然できないし術も全然あれらしいみたいな感じだから結構難しいんですけど、買いますよ。もちろんやりますよ。ただ本当また主人公がスカーレット・グレイスよりも増えてるのでやり込み度はすごくありそうですよね。いやーテンション上がりますね。ハン様来ちゃう。ハン様が来ちゃうわ。でも本当にだからサガの新作があり龍が如くの新作もあり、いや本当に8のいまだに昨日初出しのところで見てそわそわしてちょっとまだそわそわしてるもん。8に関してはマジで本当にそわそわしてる。どうしたっていうぐらいねそわついておりますよ私。いやーよしサムネ1個2個あってるね。作る量1個2個3個大丈夫です。はい、サムネ作業終了。さあここから何をするかというと明日の龍が如くの配信に合わせてだらっとちょっとレベル上げを裏でしてます。話しながらレベル上げします。眠くなるまでの正体はここです。珍しくてね、そうなんだよね。朝だけどね。ワレムススカーレット・グレイス多いと30人以上仲間になるから想像図シュールだったな。いやそうだよね。なんかあと進め方によっては仲間にできないのとかもいるからなんかそういうのを考えると割とちょっとあれだよね。やばいちょいちょいハンサマそうだね長谷川さんだったね。確かに勝地さんにも確かに見えたな。確かにいやだからさ佐賀も出て龍が如くもでも佐賀やる時間あるかな。私佐賀をやる時間を取れない気がするぞ。だって私まだ7やって外伝やって8やってジャッジアイとロストジャッジメントやってイシーもやんなきゃいけないわけでしょ。あとあれもやってたいんだよね。オブジエンドでオブジエンドだけ実機なんだよね。実機のソフト買わないといけないからそれだな。だって今朝の朝ニュースで朝のニュースでも8やってたんだ。すごいな。いやーテンション上がりますね。テンション上がりますね。我々もさ個人的にはスターオーシャンの2のリメイクも楽しみ。私さスターオーシャンはね全く通ってこなかった口なんですよ実は。意外に通ってこなくてここどこ
通ってこなくて、だからね、スターオーシャンだけね、実は一回もプレイしたことがなくて、意外でしょ？やってそうな空気感を出してるけど、実はやったことがないんですよ。ミック8に関してはトレーラー見ていいと思いますけど、ハワイはいい。アクションで安心したけど1秒もなかったから、結局どっちなのか。トレーラーね、さっくり見てます。だ桐生さんのところを主に見てるので、桐生さんのところを主に見てるので、一番のところはあんまりちゃんと見てないんですよね。一番が出たところはちょっと早送りにして、飛ばしで見て、ちゃんとクリアしてから受け入れようと思って、あんまりじっくりは見てないです。龍が如くでプロレスの旧桜大戦を壊して再構築しないで去っていった。そこはちょっとよくわかんないから触れないわ。スターオーシャンは3は現実、そうなの？それはストーリー的なところ？出てくるキャラクター的なところ？ミックは自分見てこうなったんだ。いや、発売日は本当に驚いて、いや、私もうちょっと後だと思ってたもん。外伝ゆっくりやってたら、発売しちゃうんだよ。もうちょっとさ、猶予あるのかなと思ってたけど、あんまり、のんびりさ、やってたら、あっという間に発売しちゃうもんね。正直でも、正直ね、なんかでも発売日みんな多分やると思うの。外伝もだけど。だから、なんか、あれだね、配信、ごとくだらけにいろんな人のいろんなごとくだらけになりそうだね。今、スター・ウォーシャーの0リメイク版がスイッチと PS4 とかで体験版配信されてる。そうなんだ。2のリメイクが出てんだ。なるほど。体験版ぐらいだったら、ちょっと触るのはありなのかな？そんな長くないもんね、体験版だったらね。多分、プレイはするならすごい先の話だと思うけど。ねえ。連なって、だから、記憶がみんな新しいうちに、8を遊ばせたい、遊んでもらいたい感じなのかな？ストーリーはストーリーで、そっか。戦闘はめっちゃ楽しかったのにさ、それで、ストーリーで叩かれちゃうのはちょっともったいないね。それはもったいなすぎる。なんかほら、やっぱ、いろんなことをね、試そうとしてっていうのは、あるもんね。それが成功するパターンもあるし、なんか受け入れられないパターンもあるしね。
あ、落ち葉ナムさん、こんだけ来てくれてありがとう。2月くらいからやって、毎週ではなかったけど、毎週ではないんだけど、結構やれるときはコンスタンツにやってたかな。コンスタントに配信枠設けてやってたかな。だから一回ちょっと私が入院したりとかみたいなことがあったんで、その期間だけはちょっとお休みしてましたけど、結構だから2月からもうずっと、あれだね、配信、なんかシリーズでやってる配信は、龍が如くしかやってないかも。最初はなんか違うのも一緒にやってたんだけど、龍が如くを気になってて始めちゃったら止まんなくなっちゃって、今に至るって感じかしら。囲碁、もうちょっとやってたかもしれない。結構な頻度でやってたから、やれる時とか結構何日もやってたから、週1とかってよりは、本当やれる時やってたから、もうちょっと多分、回数的にはやってたのかな。ちゃんとね、いつに何やったかまではね、ちょっとメモってなかったんで、あれなんですけど、でも、そのぐらいはやってたかもしれない。モータルコンバット1。それアーマードコア的な感じ？輸入版買わないといけないのは結構大変だね。ハマった結果、如く3を爆速で終わらせる。いや、本当にそう。あれ、めちゃくちゃ爆速で終わらせたよね。あっという間にミネだったもんな。めちゃくちゃ爆速だったね。あと、5も爆速だったよね。5もかなり爆速じゃなかった？なんか、投資番号がナンバリング10以内で終わらせてたはず。スターオーシャン2のリメイク版製品版は11月2日に発売される。あ、そうなんだ。へえ。ちょっとやる時間が設けられるかっていうまた別の問題がありますが、ちょっと気にはなりますね。触ったことがないからね。あ、セガが公認配信者募集したの。そうなんだ。全然知らなかった。もう締め切っちゃってるのか。残念だ。応募すればよかった。応募すればよかったよ。残念。今んとこ、名前がついてるで発売してるものは、全部やってる。全部やってるもんね。あ、龍が如く公認ストリーマー募集概要っていうのがあったね。そういうのがあったんだ。知らなかった。いいね。公認もらえるのってちょっとなんかウキウキしちゃうね。ちょっと緊張感も増すけど。企画十分だったか。また募集するタイミングがあったりするのかしらね。どうだろうね。あったらね、いいけどね。いや、でも本当に、
なんでこれ、なんか周りでやってる人がいて、こうだよって教えてくれてたら多分もっと早くにやってたかもしれないけど、本当に名前しか知らなかったからさ、なんかもったいないことしてたんだなって、ふうに、すごく思った。もっと早く、早くから知っときたかったなって。でも今でも十分に楽しめるし、リメイクとかもあるし。あ、格ゲーなんだ、モーダルコンバット。本当？ちょっと後で見とくね。竜が如くをやるきっかけが、雑談かなんかの時に、次何のゲームやろうかねみたいな話になった時に勧められたの。やってみて、つって。で、私アクション系がすごく苦手だから、ちょっと苦手意識もあって、やってなかったっていうのもあったんだけど、やってみたらさ、ストーリーが最高すぎてさ、もうね、極みからやったんだけど、本当にストーリーが最高すぎたので、もうまんまと沼ですよ。8はもうね、ダブルクリスタルパックで買いました。一番と桐生さんのクリスタル像がついてくるデラックスパック予約しましたからね。PS5 持ってないけど。だから、飾る用で買って、プレイはスチーム版を買います。そう、進めたい人が、聞くタイトルではあったから、気にはなってたんだけど、でも、せっかくだから進めてもらったしやってみようかなと思って、始めたらこうですよ。こんなにこのキャラクターだったりとかストーリーとかにのめり込むと思わなかったもん。本当に。ちょっと、時には涙し、みたいな。結構泣きそうなエピソード、サブストーリーとかもそうだけど、泣きそうなエピソードも結構多いし、永遠、もう好きなキャラもできたし、みたいなね。そう、だから、スチームで遊べんだけど、だからソフトを2つ買うことになるんだよね、私ね。漏れなくね。ソフト2つ買って、だからもう貢献しまくりですよ。でもそのぐらいしたいなって。今だから桐生さんと、真島さんのフィギュアが、ワンフェスかなんかで先行展示された、桐生さんと真島さんのリアルフィギュアを今買おうか買うまいかをすごい悩んでる。で、多分あの後に1話も発売されるから並べたいなーっていうのはすごく思うし、エビ天の公式グッズで、今度セブンの縫いが出るんですよね。さっちゃんとか、蝶とか、ハンサバとか。あれも全部欲しいし、
置く場所がないから今箱にしまってはいるんですけど1段目でね、先にね、桐生さんとか、錦とか、その辺のはね、買ったのが届いたんですよ。めちゃくちゃまとめて買ってます。あのパンチパン、いや、ほんとだよね。だからリアルフィギュアはちょっとさ、なんか結構精巧に作られてるからさ、ちょっと個人的に置いておきたいっていうのは、錦山が出たら買ってんな、すぐ。錦山、ゼロの錦とかいたらそこ買っちゃうな。でもハン様とかもいても買っちゃうな。ハン様、どっちのハン様、両方で、まあ両方買っちゃうんだろうけど、6のハン様と、キム・ヨンスと、やばい。ブラックホールって言われた。でも、いや、でもブラックホール、もう本当にね、なんかね、結構ハマると、買い集めちゃうんですよ。大人なんで。悪い大人なんで、買い集めちゃうんですよ。徹底的に。なんか、昔のバンドにすごいハマった時があって、今でも聞くんですけど、その時、それの CD とかって今もう、一部流通が残ってるものは流通で買えるんですけど、そうじゃないものってもう流通に出てないんですよね。事実上の解散みたいな感じになっちゃってるんで。そういうやつをですね、ヤフオクとかでね、めちゃめちゃ買い揃えて、で、出てる昔の雑誌とかも買ったりとかして、コレクションして、みたいな。だし、その後に、それはもう今、活動してないバンドなんであれなんですけど、今、現在進行形で活動してるバンドで今一個めちゃくちゃ好きなのがいて、で、ちょっとね、仕事のあれとかがあるから、なかなかライブは見に行けてないんですけど、CD とか、ライブ DVD とかは、今出てるやつ全部買い揃えて公式で。だから、で、なんかブロマイドとかも、なんかそのライブグッズだからブロマイドとかも売ってて、ライブグッズでね。で、そういうのとかも全部買って、だから1回で5万円分くらいバンって買って、買い揃えてるみたいな。今回8で VTuber をしたけど残念。あ、熱出たかもしれないね。いや、でも、なんか実際出るのと、また、なんか、やるのとは気持ちのあれが違うかもしれないから、VTuber は応募してなかったかもしれないけど。過去のハマって、今も活動してないバンドで好きなのが、マリス・ミゼルで、私 VK 好きなんで、マリス・ミゼルで、今、めちゃくちゃハマってるのが、リートスピークモンスターズっていう、これも VK なんですけど、なんか、VK なんだけど、
ちょっとラップが入る歌い方をするバンドさんで、今めちゃくちゃ好きで、そう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 、がっくんがボーカルやってた。で、マリス・ミゼルって実はボーカル3人いて、がっくんが初期面じゃないんですよ。がっくんの周り1人別のボーカルがいて、その後にがっくんがボーカルやったのがメジャーに行ってて、で、がっくんがソロデビューした時に別の一回3人になって、その後に正式にボーカルが採用されてるっていう感じで、実は3段階あるんですよね。だから、昔の、インディーズ時代の CD とかって、もう絶対流通してないから、そういうのとかを全部オークションで買って、で、もうサブスクなんかはもう絶対出てないんですよ。サブスクは全部出てなくて、もう全部 CD からしか音源がないっていう感じだから、手段がね、限られてるんですよね。そうそう。で、今のその好きなバンドは、今活動、で、今日もライブやってたみたいですね。だからなんか一回ハマると、出てる。で、サブスクにあっても、なんか、CD が欲しくなるんですよ。だから、なんかサブスクで聞いて、すごい良かったら CD を絶対買うようにしてるので、なんかちゃんと売り上げに貢献したいって思ってるんで。そう、だからもう見えるところには絶対出てこないし、V 系のね、インディーズとかの CD とか買えるショップっていうのが新宿とかにあるんですけど、ライカエジソンっていうお店があって、そのライカエジソンっていうお店だと、まだほんとメジャーとかに全然行ってない V 系とかもほんと自主で作ってる人たちの CD とかが買えたりするんですけど、もうだからそういうところでももうさすがに取り扱ってないから、もうだからちょっと買う手立てがね、ないんですよね。でもちょっとまた V 系の話の続きなんですけど、新宿にライカエジソンっていうV 系の CD を売ってるお店が、もうほんと有名なんですけど、一個あって、でその隣に自主版クラブっていう、もう一つ同じ感じの、V 系の、まあ、デビュー、インディーズとかの人たちが、CD 置いてもらうようなお店があるんですけど、そこも歴史がすごく長くて、だったんですけどね、今度ね、もうかな、閉店しちゃうらしくて、それがね、最近の悲しい出来事でしたね。めちゃくちゃ、本当にハマってた時は、すごいお世話になってたお店だったから、それがなくなっちゃうっていうのが、本当になかなかのショックな出来事でしたね。やっぱりね、なんかもう、売れないんですよね。CD ね。でもインディーズの人たちって、もう、なんつうの、サブスクとかに登録とかもなかなかできなかったりするから、全部自分でやってたりとかね、する人たちも多いから。
でなるとね、もう、なんつうの、音源を手に入れられなかったら、もう聞く手立てがライブに行って聞くぐらいしかないのも多くて、だから、貴重なね、そういうのを、購入できる場所っていうのが、すごく貴重ではあるんですけど、なかなか、そんなにね、なんかバカすか売れるもんではないからね。やっぱ最近ほら、ラジオとかもないからさ、あんまり曲を聴いてさ、っていうのも、なかったり、みたいなね、感じなんですよね。相沢さん、こんだけ来てくれてありがとう。そう、デジタル化、本当に。おかげでタモリクラブが終わりました。確かにタモリクラブもそうだよね。だから本当ちょっとアングラなやつとかが本当次々に。でもそこじゃないと、だからなんか、細々とやってる人たちには、だいぶ厳しい時代だなって、本当に思う。だからラジオを聞いてさ、ラジオを聞いて、あ、これいいなって思って、なんか CD を買うとか、そういうのも今、なくなっちゃってるしね。だから本当V 系にハマってた時って、本当にインディーズの人たちって、要はワンマンってできないから、みんな対バンとかで、3時間とかで5バンドぐらい出たりとか、するライブを見に行って、あ、このバンドいいなって思って、その人たちが次に出る対バンのライブを見に行って、で、そこでまた新しい人を見つけてみたいなことをずっとやってて、で、私だから、本当に V 系でも、なんか今の流行ってるような V 系じゃなくて、ちょっと尖ってる方の V が好きだったので、本当になんか、超絶マニアックな方が好きだったので、なんだろう、界隈が狭いんですよ。すごく界隈が狭くて、で、そのね、だから、対バンで出ると、例えば5バンド対バンで出たとしても、その中で何回か見に行ってると、主催は違うんだけど、出演するバンドが大体もう見たことがあるバンドみたいな感じになるから、で、大体その対バンで入ると、好きな、だから全く違うバンドって来ないから、もうジャンルが、もう相入れない人たちって絶対来ないから、大体こっちも好きだとこっちも好きだよね、みたいな人たちが集まるから、めちゃくちゃそれでね、沼ってた時があって、その時学生だったんだけど、でも、なんだろう、いわゆるローソンとか、チケット、ローチケとか、ピアとかのチケットで買うやつとかよりも、一回のライブ公演がめちゃくちゃ安いから、高くても3000円とか安いと1700円ぐらいなのよ。一回。そのライブ見るのが5バンドぐらいで1700円ぐらいで見れるから、すごい行ってて。めちゃくちゃ通ってて。それでね、結構行きまくって。で、その時にやっぱり CD とか、あとその、インディーズバンドとかが、CD をリリースするときにインストイベントみたいなのもやるんだけど、そういうので、そのライカエジソンだったりとか、自主版クラブっていうお店で、
やってたから、ホールとかはもちろん借りられないし、なんかそのちっちゃい会議室みたいなのもやっぱレンタル費かかっちゃうから、その CD ショップのところの一角で一緒にリリースイベントっていうのができるから、そこにもう本当にめちゃくちゃお世話になってたって感じ。ただ今はもう、その、流行りの V 系もそうだし、来るお客さんのファン層とかも、もう全然昔と比べ物にならなくなってしまったので、ちょっとね、今はね、もう怖くていけないです。怖くてね、もういけないんですよね。昔はもっと平和だったなぁ、みたいな。今そんなんなんだ、みたいな。なんか、いにしえの古参のいにしえみたいな感じになっちゃうんですけど、まあそういうのがあったりしますね。地元ライブハウスにもあったの、地元から出た V はいないけど。V はね、長く続かないんですよ。長く続かないんですよ。だいたいね、解散しちゃうことが多いんでね。悲しいことに。でも最近、いやもうなんかちょっとマニアックすぎて名前出せないんですけど、それこそ学生の時にめちゃくちゃ通ってた、県またいで通ってたバンドが、もう事実上解散していなくなってて、で、と思ったら、なんかその X のおすすめに、あれなんかこの人知ってるな、みたいになって、見てたら、なんかまた、復活してて、あれみたいな。復活してて、いつの間にバンドまた再開したのみたいな人がいて。で、なんかその人が、2つぐらいバンド掛け持ちしてて、それで、こういうのもやってるんだと思って見たもう一つの掛け持ちしてるもう一つの方のバンドの人に、あれこれ別の解散したバンドの人ここにもおるやんってなって、2人ぐらい久しぶりに発見するみたいな。結構 V 系ってここ、なんか、それこそ、A でボーカルやってた、A っていうバンドでボーカルやってた人、B のバンドでギターやってた人、C で、ベースやってた人が新しくバンド組みましたみたいなこと全然ある業界だから、本当にね、もう本当に音楽性がすれ違った瞬間に即解散するからね。肌が綺麗で化粧品や肌のメンテを詳しくしてくれるバンドさんとかいたの。それはいいですね。そう、やっぱ見てくれが大事だからね。V 系はね。若い。V 系やってる人ってなんか、化粧してるから、ちゃんとなんか、してる人が多くて、なんか地肌がね、ちょっと弱い人とかももちろんいるんだけど、ちゃんとね、めちゃくちゃ地肌綺麗な人多かったりするんですよね。何気にみたいな人はね、結構いたりするんですよね。そうで、私はその中でも結構コアなバンドが好きだったので、今、いう人たちは多分、若い子で受け入れられないんじゃないかな。でも私、バンド好きの原点は、カスケードで、カスケードがめちゃくちゃ好きで、
カスケードのライブはめっちゃ通って行ってて、でそこからバンドにハマってったって感じなんだよね。ただハマってるバンドがあまりにも怖すぎて、友達が誰もいなくて、なんか現地で友達をなった子とかはいるんだけど、例えばなんか学校の友達とか、同級生でとか、なんか同級生とかで同じ、なんか一緒にこのライブ見に行こうとか、そういうなかったんですよ。あまりにもマニアックすぎて。だからね、大体、その時からかな。大体ぼっち行動が。ぼっちだけどめちゃめちゃ行動力のあるぼっちだったね、昔はね。だからなんか3時間ぐらいかけてライブハウスとか全然行ってて、今もう、めんどくさくなっちゃう。今めんどくさくなっちゃうからあんまりそういうことはもうやんないんですけど、昔はそれは全然時間かけて行ったりとか全然してたね。でバンド沼もあったし、その後に舞台沼にもハマって、もう大きいのはもう英国劇場から、小さいものはもう本当に50人とかしか入らないようなちっちゃな舞台見に行ったりとかして、舞台劇団四季とかね、そういうのも見に行ったりとか。SNS とかでそういう仲間集まるもんですか、自分やって。どうだろうなぁ。どこまで、だから一緒に行ってくれるってなるとまたちょっとわかんないなぁ。私はもう本当に、だから、私もそれ好きって言ってくれることはあっても、じゃあ一緒にライブに行くとかっていうところまでは、あんまり行かないな。だからさ、よくさ、まあ今とかでもそうだけどさ、なんか、一緒に好きなバンドとかライブを見に行くっていうのが、めちゃくちゃ羨ましいなって思う。憧れだよね。めちゃくちゃ憧れる。そういう友達を作りたかった。作りたかった人生だよ。今はもうできんよ。本当昔の時の行動力は異常だったなと思う。自分でも。今はそこまで行動力ないからな。行動力が今はあんまりないので。三四郎さん、こんなぎ作業お疲れ様です。来てくれてありがとう。にゃ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 さん、初見です。来てくれてありがとう。Thank you. Thank you. 今、なんか、バンドの話をしてたな。バンドの話をしておりましたね。なんか、これが好きなんだよっていうのを、なんか、一回に、近くの人に話してみたの、会社の同僚に。へーぐらいだったから、やっぱりさ、ちょっとやっぱ違ったなってなって。ちょっと違ったなってなって。
だから近場の人って同じ趣味を探すのはちょっと無理だったなーっていうのが最近の感想ですかね。こんばんは。英語はわかりますか？申し訳ない。日本語オンリーなんです。翻訳すればわかるんだけどね。寝る前でちなみしてきた。ありがとう。私は日本語がわかりますけど、読めません。なるほど。助けて。ヘロップって言われた。でも、聞く分は日本語がわかるのか。聞く分はわかるんだね。コメント読み上げてるから、それでちょっと会話分かってくれると嬉しいな。ローマ字は大丈夫。ローマ字大丈夫。ローマ字は全然大丈夫だよ。いや、ローマ字でも打ってくれるの嬉しいね。ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。あんまりこういうだらっとした雑談は普段やらないんですけど、普段もずっとゲームばっかりゲームばっかりやってるんでね。今日はさっきまでちょっとサムネイルを作らなきゃいけなかったんで、サムネイルを作るためにちょっとね、枠を取って、あとは眠くなるまでちょっとゆるっとお話しようかなっていう感じですかね。マークさん、アメリカからおはよう。アメリカまさか、グッモーニング来てくれてありがとう。Thank you. Thank you. I'm having travel here. Understanding Japanese. I believe you have trouble understanding English as well. マーク助けて。マークに助けを求めた。マークさん日本語打ってるもんね。すごい。いやね、なんか英語もなんかちょっとでもなんか外国の方と触れる仕事とかしてたらあれなのかもしれんけど、私完全日本人相手しかしない仕事をしているのもちょっと余計にあるかな。むしろ日本語が達者じゃないとできない仕事っていう感じなので。Yeah, I can speak English to some extent. 福岡からグッドナイト。That's great. あなたも英語を理解、シェニアさんは日本語を理解するのに苦労してると言いたい。なるほど。日本語教えてください。日本語でも、なんだろう。この言葉を覚えてって言ってなかなか日本語を覚えるのって難しいよね。なんか、きっかけがあって、その、
かけで覚えるとかっていう、そこの環境に行って日本語を喋らないと、だから英語もそうだと思うんだけど、環境に行って日本語を使わないと生活ができなくなったらわかるみたいなさ。ちょっとそういう感じのとこない？アニメ好きな人が多くて、アニメか日本に来日する人は日本語めっちゃ理解します。そうなんで、そうね。なんか、確かに。文法でまずつまずく、そう。そうなんだ。共通の話題みたいなのがある。そうだね。緑、ヤンデレ鳥。ヤンデレバード。緑のヤンデレバード。なんかの比喩かな？なんかの、例えかな？そうです。アニメから勉強します。やっぱそうなんだね。私もよく海外の VTuber さん見るけど、やっぱり銀魂とかナルトとかいったアニメが人気で、ちょっと喋れかった。ほんとだね。ドゥリンゴの鳥。ドーリンゴの鳥です。ドーリンゴの鳥ドーリンゴの鳥鳥で今、全然ピンときてないんだけど。いや、でも本当に、伝えようとしてるのはめちゃくちゃ嬉しいよね。私、ヤンデレか。ヤンデレだ。主語動詞目的語が基本英外国だけど、日本語は主語目的語動詞。なるほど、そっか。まあ、確かに、文法違うもんね。確かにな。なんかたまに YouTube のショートとかでも、なんか、日本語が、なんでそうなるのみたいな。なんで日本語そうなるのなんでおかしいじゃんみたいな怒りをぶつけてるやつよく見るけど、日本が主語がなくても話せるのがでかい。そう。三章さん先におやだけ来てくれてありがとう。っていうか、ごとくが好きで歌舞伎町巡りしに来てたよ。それはちょっと案内してあげたい。案内してあげたいぐらいだわ。いいね。そういうのいいね。そういうのいいわ。海外アニメファンは翻訳版より日本語版の方が好まれる。そう。昨今のゲームとかもそうだけど、外国って、まあやっぱスチームとかダウンロード版が主流で、パッケージ版って、まあ日本が多いんだけど、外国で行った時に、その大型タイトルのやつとかはちゃんと外国版で、外国のその現地の声優さんが
やることが多いけど、アプリゲームぐらいとかだと、日本の声優さんが声を当てて、文字で、現地の言葉に翻訳されてるやつの方が人気が高いらしいね。やっぱ日本の声優さんがめちゃくちゃ人気が高いから、耳では日本語の声優さんの演技を聞きたい。できたら日本語で聞きたいみたいなことをよく言うっていうのを聞いたことがあって、ああ、なるほどなーって。その海外の人は黒田さん直接メッセージをもらってた。バカみたいになってた。何それずるい何それずるいよ高谷さんのバカみたいめっちゃ聞きたいじゃん、生で。あ、それはずるいずるい。ごめんさ、Buenas noches 来てくれてありがとう。English for Japanese anime maybe desired for instance もう最後読めない。出る。翻訳版だと妙な線が。ルパンはフランスだとエドガー。そうなんだ。あ、確かに。あまりにも通じなすぎて出てっちゃったかしら。ルパンじゃないのルパンじゃないの？そうなんだ。ちょっと、それ衝撃。海外の人の方が日本人でも熱があって、それはそう。なんだっけ、ジャパンエキスポとかすごいって言うよね。フランスのジャパンエキスポ。あと、ロサンゼルスのとかもそうだしね。あとだからなんか、昔のアニメとか、その生産を知ったきっかけがすごい昔のアニメだけど、ずっとその作品がもうずっと好きで、みたいな。のだめカンタービレっていうさ、アニメがさ、ドラマをしたけど、あれがもう完全にさ、フランス語をのだめが覚えるためにアニメ版の見て覚えたっていう。まさにそういう感じだよね。ちょっと今、裏でゲームやってるんでね。日本のアニメ英語にカテゴリーもして多分、お前はもうあとさ、日本ではその表現 OK だけど、海外だとダメみたいな表現も結構あったりするよね。その、言葉的に、音で聞いたときに、ちょっとダメな言葉だったりみたいなこともあったりするから、そのまま使えない言葉も結構あったりするよね。ヤクザ見て遊びにこの裏のコーディがハマってメッセージだといいな。来てくれていいな。フランスだとアルセーヌ・ルパンが著作権があるからルパンって名前。著作権あるんだ。そうなんだ。いや、いいよ。今回は外国の方が来たという緊急事態だったんで、お手伝いいただくのは大変助かりました。ありがとうございます。大丈夫よ。ほら、コメント同士でやるのの、
避けたい部分の一つとしては、私が置いてけぼりにならなきゃいいかなって感じ。盛り上がっちゃって、私が置いてけぼりになっちゃうと、あれってなっちゃうから、置いてけぼりにならなかったらいいよ。お前はもう死んでるお前だけど、かったら、ほとくがごとくね。ああ、ほとくがごとくね。ちょっとそれも、そうね、なんか、まだなんかやるものはすっごいストックが、ごとくシリーズのストックがめっちゃあるから、その、ごとくストックが切れて、やるもんなくなったら、ちょっと手出してもいいかもしれないね。ごとくストック。通称ごとくストックと呼ぼう。北斗の拳もなんかあんまり詳しくないから、割と新鮮な気持ちでできるかもしれない。なんか、本当になんか、有名なところのキャラしか知らないから。あんまり詳しくないから、とても新鮮な気持ちでできるかもな。セニアチャランドラ来てくれてありがとうと放送局は言う。へー。毎回英語向上のためにわざわざ海外の文中さんは、偉い！それはめちゃくちゃ偉い。やっぱでも耳で聞くのが一番いいって言うもんね。そうなんだよ。やっぱ耳でね、聞くのがね、一番、耳で聞いて、ちゃんと使う場所があったら、割と多分覚えるよね。私全然なんか、使う場所がないのが残念なんだよな。でも一回前に、海外の V の人と、一回だけコラボをやったことがあるんですよ。すごかったよ。デボアっていう、ホラーゲームを海外勢入れて4人でやったんですよ。全く日本語しか喋れない私と、どっちも喋れるのが2人と、英語しか喋れないのが1人の4人でやったんですよ。で、その時は、で、デボアって、アイテムを拾って、そのアイテムを使って、一番一面でやったからヤギを捕まえて、ヤギを生贄の祭壇に持っていくと、で、ヤギ7匹とかかなを連れていくと、徘徊してる、いわゆる、あれはなんだね、幽霊的なあれが浄化されて勝ちっていうゲームなんだけど、なんかそのヤギを連れてくときに持ってくのが、なんか藁みたいなのが必要で、手持ちがストックができないんですよ。だから藁を拾っちゃうと、誰かがダウンしたときに直せる救急セットが持てなくてとか、で、ヤギを持っちゃうと他のができないし、で、ヤギが動き回るから、ヤギを置いちゃうと、またヤギが逃げちゃうから、また藁を使ってヤギを捕まえなきゃいけないから、ヤギを捕まえちゃったら、とりあえず祭壇に持ってかなきゃいけないみたいなのがあって、で、ヤギが動き回るからどこにいるかわかんなくて、今ここにいるよみたいなことを伝えるときも、もうずっとヘアってめちゃくちゃパワープレイしてた。でもなんとなくコミュニケーションは取れ
ってめちゃくちゃ面白かったんだけど、ヘアヘアって言って、で、何っつって、なんかフォローしてくれたけど何っつって別の子が通訳してくれてみたいな。今だとね、なんか鬼怒川温泉みたいなので雲が出てくる面があったりとか、なんか何面かってその一面をやったんだよね、一回ね。そのデモも一回しかやってないんですけど、その時の、海外勢コラボのもめちゃくちゃ面白かったね。とりあえずまあ、だからね、若干、今奈良で出てきて、龍が如く奈良で出てきてる怒りをバカにできない。怒りをバカにできないパワー英会話だったな。ヒアみたいな。そんな感じで。でもちゃんとね、まあだから結構難易度が高かったから、クリアには至らなかったんだけど、だんだんそのヤギを、祭壇に、置いていくと5匹目ぐらいから、その幽霊の動きがめちゃくちゃ速くなって、キルされる率が高くなってくるから、うまく逃げ回りながらってやんなきゃいけなかったから、それがね、間に合わなくて結局クリアはできなかったんですけど、映画で眠くなれるヤギを倒すゲームがあったなぁ。海猫座っていうところにあったな。あったなぁ。今やってるやつよ。今やってるやつですよ。いや、でも、だから結構、でも最初からもうちょっとね、喋れたりすれば、もっと、だからさ、バイリンガルとかさ、トリリンガルとかで活動してる方とかもいるじゃないですか。V の方とかでも。天才かって思うよね。本当に。マジで天才かって思う。ハロー、こんにちは。来てくれてありがとう。Thank you。お元気ですか？元気です。Thank you。怒りだな。めちゃくちゃ元気よ。今でも、外国の方が来るってことは、こんにちはとかで、向こうはお昼ぐらいなのかなね。いや、来てくれてありがとう。Thank you. Thank you, thank you. でも、あれかな、みんな、龍が如く、外国の方もやっぱみんな好きな方多いのかなね。海外の人が挨拶してくる理由してて、いや、本当に。なんか、何きっかけで、ここにたどり着いて、コメントしてくれてるかはちょっと聞きたいね。龍が如くのサムネイルとか見てくれてだったら嬉しいけどな。今ね、割と私の配信ページ、龍が如くだらけだからね。それかな？龍が如くやってるからなのかな？スパロボをずっとやってた時よりも、スパロボずっとやってた時よりも、なんか龍が如くやってかのが外国の方見てくれてるのかな？欧州なら8時間から10時間。そっか、じゃあ、ちょうど朝ぐらいか。そうだね、午前中だね。外国の方も結構龍が如く実況してる。やっぱ、人気あるんだなぁ。人気あんだなぁ。外国の方とかもさ、なんか日本語
でやってるのかな。みんな高谷さんの声で桐生さんやってんのかしら。だからさ、ってことはさ、今回さ、そのエイトがさ、まあ、初めて海外に行くわけじゃない。ハワイに。だから、なんか、地元に来たって感じなのかな。どうなんだろう。外国の人が歌うマシンガンキッズ、そんなんずるよ。ずるよ。絶対かっこいいじゃん。絶対かっこいいじゃん。発音めちゃくちゃいいわけでしょ？あ、でもさ、セブンのさ、なんだっけ、マスターのところのさ、CD にさ、外国、バカみたいとかさ、外国のやつまだ聞いてないんだけど、英語バージョンあるよね、CD にね。だから向こう用で、歌の、外国のやつがあんだよね。そうだよね。今は11時か。あ、じゃあこれからお昼だ。お昼ご飯何食べようかなって考えてる時だ。なんか、私とかお昼ご飯の話にしちゃうけど、お昼ご飯とかパスタとか食べたくなるんだけど、外国の方ってみんなお昼だと、お昼これだねっていうのあるのかな？スチーム版のセブンは吹き替えで、海外の人の吹き替えだった。あ、そっか、インターナショナル版はそういうことか。だから PS の無料版で遊んでた。なるほどね。昔、外国人が日本に来てカラオケする番組出した。そんなのあったんだ。なるほど。そっか、カラオケとかもやっぱり日本の独特な文化な部分あるよね。最近ちょっとあるのかもしれないけど、昔ってなかったんだもんね。外国の方々は声優日本語で字幕英語のやつやってる。やっぱりね、それなのよ。アプリ版とかもね、それがやっぱ多いから、日本の声優さんが人気があるもんね。エイトのキャバクラオーディションに合格した人の一人は、ごとくに日本に来た海外出身の人で。あ、それは、じゃあ今多分、あれかな、ゲームショー行ってんのかな？ゲームショーに出演してるのかな？いいね。そういうなんか、なんだろう、ところから仕事になるって本当に羨ましいことだな。なんか、私自分のそういうのから延長して仕事になるって、まあ、ね、本当にごく一部というかね、全員が全員もちろんそういう風にはなれないと思うし、運だったりとか、そういうのが絡んでくるから、同じことをやってても同じようにはもちろんならないとは思うけどね。でも、そういうのをちゃんと掴み取ってるのって本当に尊敬するな。あ、名前は見たことある、その人。お得のX のポストでめっちゃ見てた。そっか、その人がそうなんだ。最近ファミマ行ってない。ファミマなんかある？今、ファミマなんかある？私、コンビニ行ってない。ここ数日。一旦ドトールコーヒーだけだわ。ドトールコーヒーで、
コーヒー買って会社行って、なくなったからドトールコーヒーおかわりしに行って会社行ってだわ。ドトールしか行ってない、私。ここ数日。ケイソンさんでいいのかな。あ、そっか。その人がごとく、すごいな。なんか、やっぱほんとちょっとそういう人は本当に憧れる。憧れし尊敬するわ。マジマの兄さんやっぱり海外でも人気あるんだよね。マジマの兄さん出てくるたびにマジマとか言って。いや、いいね。これ楽しい。マジマって言われんだ。いいね。今ファミマ行くと、VTuber が全員集合してるキャンペーンしてるのに昨日気づいた。へー。ちょっと覗いてみよう。あ、ファミマ近所にないのか。私ね、自慢じゃないけど、駅まで歩いていく間に、コンビニ、主流コンビニは全部あるんですよ。ファミマ、セブン、ローソン。通り道に全部あるんですよ。だからね、明日行ってみよう。ね、認知度が広まってきた。そうだね。それはそうだと思う。一年一年着実に知名度は上がってる感じだね。シアトル系ではドトールのコーヒーが一番うまい。ああ、わかる。私ドトールでバイトしてたから、若干ドトールビーキなとこもあるんです。若干ね、ドトールビーキのところがあるので、ちょっとあれなんですけど。めちゃくちゃドトール好きなので。なんかスタバとかね、タリーズとかもね、好きなんだけど、3軒並んでて、どこ入るかって言われたらドトール入る。自分でデータ作れるならいいけど、頼むと、あんまりね、私お金の話したくないから言わないけど、ぶっちゃけもっとかかってます。いくらとは言わないです。なんか、あんまり、これを作るのにこんだけかかりましたってなんかあんまりお金をちらつかせるのはよろしくないかなと思ってるので、いくらまでとは言わないけど、それはね、多分ね、最低金額だと思う。おかわりしたくなるのはドトール。豆の配合をしていたい。あー、そうね。でもエクセルシオールも同じ豆使ってるよ。ドトール系列だから。でもエスプレッソなんか前にね、豆のあれ積んでるのが、でもブレンドとアイスコーヒーとエスプレッソもそうだけど、ブレンドとアイスコーヒーもね、豆が違うから、アイスコーヒーはアイスコーヒー用の豆があって、ブレンドアメリカンはブレンドアメリカン用のブレンド豆があるから、で、お店で飲めるブレンドの豆は店頭でも確か売ってる。変わってなければ成分があって、アイスコーヒーのは売ってない豆は。エスプレッソもあったかな？でもドトールのブレンドのやつは売ってるよ。だからね、同じのは買おうと思ったら買える。あとはなんか、どのさ、なんか、コーヒーもさ、なんかいろんな、なんだっけ、ハワイの粉コーヒーっていうのが、私昔飲めなくて、あまりにも苦すぎて飲めなかったんだけど、コロナの直前にお母さんと二人でハワイ旅行に行ったんですよ。で、久しぶりにハワイに行って、で、まあ大人になったから、で、もう本当に買い物ばっかり行ってて、で、アラモアのショッピングセンターってハワイで一番有名な大きなショッピングセンターがあるんだけど、そこのアラモアのショッピングセンターっていうところで、粉コーヒー、いわゆる昔はなかったんだけど、今、まあ、そういうなんかスタバみたいな感じの、なんか、
ワゴンで買えるコーヒーの。だからちゃんと店舗は店舗であって、中でお店でコーヒー飲めたりするんだけど、歩きながらみたいな感じで、ちょっとこうなんかスタンドみたいな感じでコーヒーが売ってて、で、そこがやっぱハワイだから粉コーヒーのお店の、コーヒーで、まあもちろんアイスコーヒー、ね、歯は暑いから、アイスコーヒーとか冷たいものが主だったんだけど、そこのカフェラテがめちゃくちゃ美味しくて、まあなんかその時喉乾いてたみたいなのがあったから、コーヒーちょっと飲もうっつってお母さんとコーヒー飲んだら、もう一気に、だいたい M サイズぐらい、いわゆるこっちの、コーヒーショップとかで買う、透明カップの M サイズぐらいのやつをもう一気に飲み干すぐらいめちゃくちゃ美味しくて、ハワイの粉は、工場、粉コーヒーを作ってる工場に行くと飲み放題だよ。いっぱい試飲ができる。なんだけど、まあだから普通のお店はね、やっぱりだからほんとスタバみたいな感じ。だから、試飲はできるけど、ただで飲めたりとかはしないんじゃないかな。でもね、ちょっとだからね、ハワイ粉は、ちょっと苦味が強いんですよ。だからね、子供の時は飲めなかったんだよね。でもなんか、今、だから牛乳入れても苦いから、その苦味に、舌がちょっとその当時はついていかなくて。でも、大人になってから飲んだそれがもうめちゃくちゃ美味しくて。こんなに美味しかったんだ、このコーヒーって。で、さすがにちょっと豆とかは買って帰らなかったんで、もうその時はね、一人暮らししてるから、豆買ってっても飲みきれないんで、ちょっと、買ったりとかは特にしなかったんですけど、だから、ひたすら、お店というか、現地で飲みまくってて、で、泊まったホテルが、どこだったっけな、モアナサーフライダーじゃなくて、ヒルトンだ。その時ヒルトン泊まってて、で、ヒルトンの、ヒルトンだっけ、なんかその同じような粉コーヒーのスタンドのお店が、ホテルのロビー横にあるのよ。買える場所が。だから買いまくって飲みまくってたね。コンビニでもオリジナルのブレンドが、そうだ、オリジナルのブレンド美味しいんだよね、やっぱりね。ハワイはでもね、あれだな。一番、私はやっぱね、マウイと、オアフと、ホノルルが一番好きです。いわゆる観光地のとこが一番好きです。でも、お母さんと二人で行った時は、初めて、ハワイディズニーに行ったんですよ。でもハワイのディズニーって、アトラクションがあるわけじゃなくて、ハワイリゾートで、プールと、あと、キャラクターのグリーディングがあるんですけど、私、チップとデールが死ぬほど好きなので、で、泊まってる人は多いっちゃ多いんですけど、もう、ディズニーランドとかで遭遇するレベルとはとても考えられないぐらいの接近で写真が撮れるんですよね。あとダッフィーとか。ミッキー・ミニーとダッフィーとチップ・デールとグーフィーとマックスかな。うん。そう、マラモンのショッピングセンターが一番ね、ハワイで一番でっかい、オアフ島で一番大きい、ショッピングセンターなんで、もう、ブランド品から現地のものまでみたいな。だから、お土産品はそこで全部買えるみたいな。で、他のところとかも結構ショッピングセンターとかあったりするんだけど、やっぱりなんか日本の、なんか、限定のやつとかは、
やっぱりアラモアナショッピングセンターで買うのが一番一番なので、もうだから、大きいから一個ずつお店行ったら結構疲れるみたいな。あとやっぱりブランド品とかが安かったりとかするので、なんかヨーロッパとかのブランド品とか買いに行くのはちょっともったいないなと思って買わないんですけど、アメリカ系のブランド品とか、私トリーバーチっていうブランドが好きで、トリーバーチとかってアメリカのブランドなので、そういうのとかを買ったりとかしに行く感じかな。未だにどっちかチップ出るかわかんない。チップが、鼻が茶色くて、歯が真ん中に1本。デールが鼻が赤くて、歯が左右に1本ずつ。で、覚えると。真ん中、鼻が茶色い鼻で、茶色い鼻で、で、歯が1本なのがチップで、赤い鼻で、歯が2本なのがデールだよ。ポッポの代わりはさ、あれじゃないABC ストアじゃない？ ABC ストアっていうさ、青い看板のさ、有名なお土産屋さんがあって、なんだろう。日本で例えるとなんだろうな。コンビニとはまたちょっと違う。コンビニっぽいんだけど、コンビニってさ、お土産屋さん、お土産はあんまり置いてなかったりするじゃん。だから、いわゆる、コンビニで I love Japan の T シャツ売ってるみたいなことはないじゃない、あんまり。まあ、観光地はあるか。観光地はあるかもしれないけど、なんかそういうのが、あるのが ABC ストアで、ちょっと大きな ABC ストアとかに行くと、ハワイってさ、マカデミアナッツのチョコレートがさ、まあ、有名じゃない。あれを、お土産サイズというか、なんか一箱バラで売ってんじゃなくて、もう、配り用の数で売ってたりとかするの。10パックセットとか。でもさ、日本とかでそういうの、だから、日本のコンビニで、東京バナナを10個セットで売ってるみたいなことってあんまりないじゃない？だから10個セットもなんかもう、専用の袋とかに入って、置いてあんの。あとはなんか、ハワイって書いてあるマグネットとか。多分これは日本の観光地でもいっぱいある感じだと思うんだけど、なんかそういうのとかが、なんか日本とかって1個ずつ売ってたりとかするから、配る用で大量にドンってなかったりすると思うんだけど、ちょっと大きい ABC ストアとかに行くと、そういうなんかもう配る用の大量購入する商品が、もう10パックセット、20パックセットみたいな感じで売ってたりとかするんだよね。でも、日本、なんかその食べ物とかも売ってたりとかするのよ。例えばね、それこそスパムサンドとか、あと、飲み物とかも売ってたりするから、そういう商品観点からすると、まあちょっとね、コンビニにも近いかな、みたいな。だから日本の飲み物も売ってるし、日本から輸入してる飲み物も売ってるし、あとは、現地のものも売ってるし、みたいな。だから、例えば、緑茶系とかだと、日本製のと、外国製のが2つあって、日本製は生茶とか置いてあんの。めっちゃ高いけど。で、現地製のやつとかは、めっちゃ安いけど、すげえ甘えの。緑茶が。グリーンティーなんだけど、お砂糖が入ってて、なんか、
私たちってさ、紅茶はお砂糖入れるけど、緑茶ってさ、お砂糖入れないじゃない。なんだけど、入れるらしくて、茶と名のつくものには入れるのかなみたいな。最近日本食の入りがあるから、アジアンマーケットなら結構日本も、確かに。そうかもしれないね。マークさん、戻りました。ありがとう。お帰り。あそこのカップケーキ。いやね、甘いもん苦手な人はね、多分胃もたれすると思う。胸焼けするんじゃないかな。私結構、甘いなーってなる。なんかその、緑茶、お砂糖が入ってる緑茶は、グリーンティー with ハニーって書いてあって、でもさ、なんか一口目飲んだ時に、with ハニーを読んでなかったの。買った時に。で、飲んで、緑茶の味を想像してたから、うわーってなって。冒険しなきゃよかったってなった。なんで私は冒険をしてしまったんだって、すごくなった。悲しかったね。そう、砂糖入れなくて素材の味みたいなのってほんと日本だけなんだよね。いや、ほんとに。わかるよって。気持ちはわかるけどさ。気持ちはわかるけど。もうちょっと。でも、どうなんだろうね。最近日本ブームとかで、なんかもうちょっと、その辺とかは、あれだったりするのかな？なんか、もうちょっと、ちょっと苦味が欲しいって思う人とかも出てきたりしてるのかな？どうなんだろうね。逆に日本に来た外国人が緑茶飲んで甘くないって踊る。そっか。そうだね。まあそういうことよね。甘いと思って、あれってなっちゃうよね。そうだよね。いや、そりゃそうだよね。最近は天茶ってのがびっくりする甘かったのびっくりしたら。いや、天茶は、そう。でもあれ、鼻詰まりっていうか鼻炎にって言われてるね。だから天茶は飲めなかった。天茶はね、なんか、ちょっと苦手だった。ちょっと苦手でした。もうちょっと、なんか、やっぱお茶は苦味があってほしいなって思っちゃうから。だから大人になってからね、思ってるものと違う味が来た瞬間にね、受け付けないくなってしまったんでね。あんまりなんか、未知のもの、冒険がね、できなくなってきてはいるんですけど。渋いっていうのは、渋みっていうのはさ、あるのかねっていう、日本語おかしいけど、
足踏みっていうのは、他のところでも、普通に、あったりするのかしらね。日本は渋いものって結構あるけどさ。飲みきれないで余ってる。こうやったら大丈夫って、ちょっと、ならないもんな。ならないもんな。日本旅行に来た外国人がヨーグルト風味の天然水を普通の水飲んだら甘くてなんかさ、何年前だっけな、なんかさ、一時期さ、透明な飲み物が流行った時あったじゃない。なんでも飲み物が透明になった時代がさ、一時期あったじゃない。あれ、外国人の人も大トラップだったんだろうね。見た目でさ、もう何にもわかんなくなっちゃってた時があったからさ、あん時でさ、外国の人がさ、コンビニ飲み物買ってさ、水だと思ったらコーヒーだったみたいなさ。パッケージとかで分かればいいけど、分かんなかったらかわいそうだよね。そう、なんかね、鼻炎だっけな、なんかね、効くんですよ。アレルギーだったかな。でも、そう。なんか一時期天茶はいいよって。桃の天然水はさ、割とさ、なんかその透明飲み物のちょっと先駆け感ない？桃の天然水は、割と、美味しいって飲んでたからあんまりあれだけど、コーラはダメだった。透明コーラは全く受け付けなかった、私。もうあまりにも見た目と、その味の感覚が違いすぎちゃって、ダメだったね。透明コーラ。オレンジの天然水もあったね。オレンジの天然水も懐かしいなぁ。今もうほぼほぼ、見ないもん、なんか、でも、桃の天然水とかなんかめっちゃ飲んでたなぁ。めっちゃ飲んでたわ。めっちゃ飲んでたわ。今、思い出した。ね、イロハス、そうそう、だから今でこそイロハスでいっぱいあるけど、だからその当時、その透明な水っぽいやつで味がついてるのは桃の天然水が先駆けだったと思う。うん。あとちなみにね、喉をいたわりたい場合は、スロートコートっていうハーブティーがあって、それがね、喉にいいよって言われてるハーブティーなので、ちょっとそういうのがあったら、スロートコートとか、喉ちょっとケアしたかったら、スロートコートっていうのを飲んでみるのもいいかもしれないです。通販とかで、なんか、アマゾンとかで最近は、昔はなんか、そういうなんかハーブとか、なんて言えばいいかな、ちょっとそういう健康志向的なお店じゃないと売ってなかったことが多かったんですけど、
最近はね、普通に Amazon で買えるようになったので。あ、カルディあるかもしれないね。もしかしたらカルディはワンチャンあるかもしれん。でもね、スローコートもちょっと天茶寄りだから、甘いの苦手とかだと、もしかしたらちょっと、きついかもしれない。でね、結構喉が、なんだろう、に膜を張ってくれる感じだからちょっと、割と、ケアしてくれるみたいな感じだから、ちょっとなんかその、喉にまとまりつく感じとかが苦手だったらもしかしたらちょっと飲みにくいお茶かもしれない。うん。でもハーブティーだからノンカフェインだから、寝る前とかにね、すごくいいんですよね。うん。桃の天然水都市伝説、そんなのあったっけ？そんなのあった？そんなのあったそんなのあったっけ？今、フルーツミックスにローズヒップとルイボスフルーツ混ぜたお茶飲んでる。あ、なるほどね。あ、でも甘いルイボスいけるんだったら多分大丈夫かな。私もね、ルイボスティーはめちゃくちゃ好きで、ルイボス専門店で、ルイボスティーのお茶っ葉を大量購入してるので。めちゃくちゃ好きですね。今はずっと夏、水出しのルイボスを飲んでるので、夏限定で発売されたやつがあまりにも美味しくて、もう時期が終わっちゃうと、期間限定発売で時期が終わっちゃうと売らなくなっちゃうから、しこたま買い、しばらくこれで、冬でもあったかいものを飲みたくなるまでは、これで過ごせるな、ぐらい、買い揃えたって感じかな。CM やる芸能人が、そんなのあったね。でも、アイデアが私一番覚えてるかな。桃の天然水。懐かしいね。懐かしいね。だから桃の天然水とか、桃の天然水とか、空とか、あと、今たまになんか自販機に見つけるけど、力水とか、あとなんだっけ、これもたまになんかファミレスとかに見つけるから、アンバサとか。今言われるとなんだろうって思うやつ、結構飲んで、でも CM とかってなんかその時の流行りの人をどうしても採用するから、余計にそう見えちゃうのもあるかもしれないね。でも、そうやって言われるのはめちゃくちゃ怖いなーってか、かわいそうだな。ハンバサね、なんか普通では売ってないけど、なんかたまにさ、ファミレスのさ、なんだっけ、ドリンクバーとかにさ、たまにアンバサあってさ、若い子アンバサ知らんだろうと思いながら。アンバサーと思いながら。
分、アンバサって言われてどういう飲み物か多分想像もできないんじゃないかな。なんか知ってる人からすると、あーって、あったね、そんなのもってなると思うけどさ、知らない人から見たらさ、どういう形状っていうか、どういう色の飲み物かも想像できないよね。ポカリの CM は注目されてる女優の卵してるけど、確かに。なんかオーディションとかでさ、ちょっとその、ホリプロスカウトキャラバンみたいなさ、そういうのとかでやってる人が出てるイメージは確かにある。だからさ、そういう、なんだろう、そういうポカリとかはさ、その、いわゆる、大ブレイクする前の若い子をさ、採用してたりとかするからさ、あれだけどさ、その桃の天然水はさ、今流行ってる人とかをさ、もう今、最高潮に流行ってる人とかを採用してるからさ、消えたっていう風に見られちゃうっていうのもあるかもしれないね。でこれから活躍する人だから、昔こんなの出てましたみたいなのは、もちろんそうなるよなって。サムネ終わったよ。サムネは全部終わったよ。だから今はね、もう余生です。余生タイムですよ。あと今もうただのだらっとした雑談タイムです。眠くなったら終わるっていう。でももう2時半だからそろそろかなとは思ってます。竜ならちょっと遊んで、今でやっちゃうとね、止まんなくなりそうだよ。止まんなくなっちゃうよ。いやーでも、もうちょっと半になるから今日ここまでしようかな。だらっと雑談はこれぐらいしようかな。でも、サムネ全部作り終わったので、この後、作ったサムネのあれは、全部載せます。全部じゃないな。一部載せます。一つはちゃんと枠を取って載せるやつと、あとは、いくつかは、ちょっと X とかコミュニティで募集をかけようと思ってるものを作ったりとかしてるので、枠立てまでしちゃう？枠立てしようか？枠立てできる？これで。ちょっと待って。枠立てまでしましょうか。枠立て。これライブ配信しながら枠立てできるのかな？できる。よし。よし。後で、アップロードは後でゆっくりやろうと思ったから、その準備は全然してなかった。よし。でも、今、せっかくだから、あげちゃうね。この今作ったサムネ。サムネのやつを今、あげちゃうね。枠立てしちゃうね。あとはツイートはちょっと、この配信終わってからにしようかな。そう、一個ね、
その枠用のサムネイルはね、ちょっとコラボの相手に一緒にやってくれる子がね、書き下ろしてくれるって言うから、ちょっとお言葉に甘えちゃってるんだ。なんだけど、ちょっとそれ用のね、ちょっと今回マシュマロを募集したくて、そのマシュマロの募集用のサムネイルをね、作っておりました。ちょっと載せてた、X でちょっとだけ載せてた、女子校出身のやつをね、ちょっとやろうと思って。でね、あしたまさんこんばんは、来てくれてありがとう。そのね、マシュマロ募集用のサムネイルっていうのをね、作ったりもしてました。で、ちょっと待ってね、話しながらやると、間違っちゃったら怖いから。間違えない。ここ間違えるのが一番ダメでしょっていう。よし。どっかちゃん一緒に作業させていただいたライスの先生、こんばんは。いやー、来てくれてありがとう。一緒に作業してたの嬉しい。嬉しい。それは嬉しい。よし。1個できた。もう1個は、1個できた。よし。もう一個は、ちょっと、ツイートだけ作ろう。で、どれだ？どこにあったかなどこにしまったっけなどこにしまったかなどこにしまったっていう。これはちょっと後でやろう。ちょっと、一個準備ができてなかった。まあ。とりあえずでも一個今、枠、立てました。10月4日に、星野樹里ちゃん、同じね、マコミックママ、私のこのマコミックママの同じママを持つ星野樹里ちゃんと2人で雑談コラボをやろうと思います。雑談コラボってあんまりやったことがなかったんだけど、せっかくコラボをしようって話になって、で一回
トークするっていう感じになったので、二人でちょっとだらっと雑談しようかなと思います。はい、というわけで、あとこの後、配信終わりました。配信終わったよツイートします。で、その後に一個マシュマロは普段募集してないですけど、ちょっと企画の用のマシュマロが欲しいので、ちょっと、それのツイートもします。なので、それはコミュニティの方にも載せとくので、ぜひちょっと見て、気になったら、マシュマロ入れてくれると嬉しいな、という感じです。あ、ミックも病み上がりなの？ちょっと、長く付き合っていただいてありがとう、ほんと。でも私も今日は終わるね。はい。というわけで今日はここまででございます。明日は、五徳7の続きやりますので、またよろしくお願いします。はい。というわけで今日はここまでです。皆様、だらっと作業雑談に付き合っていただいてありがとうございました。またなんかちょっと、やらなきゃいけない作業があったときは、こういう時間設けられたらなと思いますので、その時はぜひお付き合いいただけると大変ありがたいでございます。はい。というわけで、また次回よろしくお願いします。ミカありがとう。千葉のあめ様お連れ来てくれてありがとう。まどかちゃんもお疲れ様に来てくれてありがとう。あいざ様お連れ来てくれてありがとう。ではでは、おやすみなさい。またねー。